皆さんこんにちは。今日はティグフィンガーという溶接道具を購入しましたので、こちらを紹介していきたいと思います。以前から購入するか迷っていたのですが、実際に購入してみて使用してみたところ、結構使いやすくておすすめだったので紹介したいと思います。まずこちらなんですが、今回は XL という大きいサイズを購入しました。もう一つは指1本ぐらいしか入らないレギュラーサイズというのがあったんですが、僕は今回この長い2本指を入れれる XL サイズを購入しました。でこれは長いので外してこのように手の甲に巻きつけて半自動溶接をするときなんか、両手でやる人なんかは結構手の甲の外側が熱くなること多いと思うんですが、そういう時にも役立つかなと思います。でこのように差し込んで2本指を入れて使用します。で1本だとこれは XL サイズなのでブカブカなので、このように2本入れて使うようにしてください。で小指と薬指に入れたり、この中指と薬指に入れるのは結構使いやすかったです。なので小指と薬指で固定したい場合は小指と薬指に入れて、そうじゃない場合は結構中指と薬指に入れた方が溶接はしやすいかなと思います。でこれは本当に熱を一切感じなかったので、溶接をしてすぐのところにこれを置いたとしてもこれが燃えることもないですし、熱も全く感じませんでした。ただし避ける感じのような衝撃にはとても弱いので、そういう衝撃を与えないようにしてください。すぐにこの糸みたいなのがほつれそうになってしまいますので、鋭いところにぶつけたりなどしたらすぐに糸がほつれてくると思いますので、そこは注意してください。でこのようにタンクの板などを溶接するときなどでもしっかりと手が震えずに固定したまま溶接をすることができます。あと以前はカーボンクロスを指に巻きつけてこのように指を置いて溶接をしたりしていたのですが、このティグフィンガーの方がとても滑りがいいです。なのでウィービングなんかもこのようにしっかりと滑らかに溶接をすることができます。なので今まで手を固定していて指が熱くなったりしてしまった人は、これを購入したらとても世界が変わるんじゃないかなと思います。で実際にちょっとストレートで板の上を溶接してみたいと思います。このようにもう手が全く震えないので、とても安定したビードを出すことができます。やはりどうしても浮かしてしまうと手は絶対に震えてしまうと思いますので、切りながらパルスのような溶接をするときや、このようにストレートで細く走るような溶接をするときなどは、このティグフィンガーはとてもいいと思います。値段自体も、最初はちょっと3000何百円がかかってしまうんですが、どっかに引っ掛けたりをするような傷を負わない限りは何年も持つので、最初に買ってしまえば長持ちしますので、買って損はないと思います。でこちらなんですが、このようにパイプを溶接するときにフレキシブルトーチじゃない人もいると思いますが、フレキシブルトーチじゃない場合ですと、中指などをパイプに当てるとどうしても指がとてもしんどくなってしまいます。ですがこのティグフィンガーをつけると指の長さがだいたい 2,3 センチ増すので、フレキシブルトーチじゃない方でもパイプに指を固定することが比較的簡単にできます。なので指もしんどくないですし、フレキシブルトーチじゃなくてもこのように浮かして指を固定して溶接することが簡単にできます。なのでフレキシブルトーチじゃないと使えないというわけでは全くないので、純正のトーチを使っている方でもこのティグフィンガーはいいと思います。でこのように真下などを溶接するときでもこのように指を固定して浮かして安定したビードを出すことができます。普通に浮かして真下からこのようにウィービングなんかをしているととても手は震えてしまいますが、やはり指を固定できているので全然震えず、しっかり同じような幅で振ることができます。実際今の状態で溶接をしていくとビードの上にティグフィンガーが乗ってしまいますが、ティグフィンガーは焼けたりすることは全くないので、全然問題なくこのままの形で使用してもらっても大丈夫です。なのでストレートの浮かしの溶接などが苦手な方はこれがあればもっと綺麗にできるようになるんじゃないかなと思います。でパイプに指を固定するときは小指と薬指にティグフィンガーをはめるよりも、今のように中指と薬指にはめた方が指の固定がとても安定しやすかったです。なのでどちらかやりやすい方の指にはめて溶接をするようにしてみてください。
でこちらティグフィンガーは結構僕は高電流でフランジの外側をストレートで溶接することが多いのですが、どうしてもこのようにパイプに手を固定して溶接をしていると手の甲がとても熱くなってしまいます。ですがそういう時にこのようにティグフィンガーをつけてパイプに手を置いて溶接をしていくと全く熱を感じないので、フランジの外をこのような手の固定の仕方をしてストレートで溶接する時なんかにもとても役立ちます。これだと手の甲に全く熱を感じないので、このように前後ウィービングをする場合などでも安定しやすいですし、熱くなく溶接をすることができます。これで3000円だったら本当に僕個人的にはお得かなと思います。で逆に溶接棒を送る側の小指や薬指がとても熱くて焼けてしまうという方などは、このように小指と薬指にはめて溶接棒側の手につけて使用することも可能です。これも逆に棒を送る手がパイプに固定できるのでとても安定しますし、小指や薬指が焼けることも全くないです。特に今僕使っている革手は1000円越す値段なので、やはり小指など焦がさないように大事に使いたいので、高電流で小指が焼けてしまいそうな時などは棒を送る側の手につけて使用していこうかなと思っています。それではこれで今日の動画を終わりたいと思います。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それと今日紹介したティグフィンガーのリンクを概要欄に貼り付けておきますので、よければ購入してみてください。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。